こんにちは、防災職人南としです。今回は4月にやることということで、ここに盆栽用意したんですけども、4月は目摘みですかね。目摘みってなんですか？目摘みっていうのはこう4月になるとですね、新しい芽が当然出てくるわけですよ、春なので、それをあえてこの時期に一回取ってしまうというかわいそうな感じですけど、それが盆栽にはとてもいいので、その辺を今回は説明できたらなと思ってます。雑木も目摘み、黒松も目摘み、赤松だと4月中旬ぐらいから目摘みできるかな。黒松だと4月上旬ぐらいからできるかなと思います。今まさにこれ見たら分かると思うんですけど、新しい芽がこう出てきてるんですよ。柔らかかったらもうピンセットでポキッと折れるので取るっていう感じで。そもそもその目摘みって何のために必要なんですか？聞きますか？聞くでしょ。じゃあ僕ここでちょっと知識を披露しましょうか。でこの時期って、新しい柔らかい芽って動物が結構食べるんですよ。新芽を出すにはそれ相当のエネルギーを使うわけですよね、植物も。自然界でいうと動物が食べちゃう新芽を。これも取られちゃったら新芽を出すエネルギーもうどこに行ったらいいんだ的なことになっちゃうんですよね。でそれをちゃんと下に持ってきて、この元にある葉っぱとか枝にちゃんと分けてくれるんですよ。なんていうんですかね、そういう性質を、盆栽にも生かして新しい芽を取って小枝を増やしたり、葉っぱを増やしたりっていうことを、目的としたのが目摘みですね。じゃあ人間が代わりに動物をやるってことですね。そうです。で黒松なんかとかはこれ素材の段階のやつは目摘みをやったりする。小枝を増やしたいし幹も太らせたい、成長段階にあるので目摘みをやる。もうある程度も形になってるものに関しては目摘みはやらず、目切りでいいんですけど、弱ってるやつに関してはそんなやらない方がいいですけどね。ということで今回は目摘みをやろうかなと。で小白の目摘み、これ黒松なんですけど、今これ新芽が新しいのがビーンって伸びてますよね。黒松でいったら大体半分ぐらいとこで、柔らかかったらピンセットでもう折っちゃってもいいんですけど、こんな感じで。そんな簡単に取れる？簡単に取れるんですよ。それ食べるんですか？食べないですね。動物じゃないんで。食べないですか？はい。赤松の場合はもうちょっと上の方で、大体3分の1ぐらいのところでやった方がいいかなと思います。でこれも弱いところはちょっと残し気味で、こんなのもう全然違うじゃないですか。例えばこれとこれ、全然サイズが違うね。弱いところは触らずに、この後の目切りもあるんで、強いところだけでもいいかなと思うんで、こういうのをもう簡単に折れちゃいます。半分ぐらいで。これめんどくさかったらもうハサミでもいいんですけどね。こうやって、で矢にはつきますけどね。そこ矢につくんですか？切ったらどちらでも大丈夫です。正直目摘みやらなくても、この後目切りあるんで、忙しいなとかあんまり時間ないとかっていう人は、目切りでも最悪いいんですけどね。この後目摘みなしでね。目摘みなしでやっぱり触りたいじゃないですか。触りたいです皆さん。触れたらね、ぜひやっていただきたいなと思うんですけど。樹形みたいなのは関係ないですか？そんなこともないです。全然ない。こうやって下の方はちょっと残しておきます。もうやっぱ弱いのは残しておく。弱いのは残しておきます。でも目切りの時は一緒に切っちゃうんですよね。そうですね。だから目切りの時もあまりにも弱いやつは切らずにその前にしとくっていうこともあるので、木の状態にもよるんで、それをちゃんと観察してあげて、やっぱり伸びてるな、元気だな、いけそうだなっていうんだったらもう全然大丈夫ですし、他の盆栽園で見てきたけど、うちの子盆栽園より全然芽が伸びてないなとか、そういうパターンあるじゃないですか。やらない方がいいんですね。そうですね。ちょっと置いといていただいて、まだ目切りのチャンスがあるんで。じゃあこれぐらいで終わっちゃう感じですか？これの大きさだったらもうこんな感じでやってしまえば大丈夫ですね。で雑木なんですけど、一番ね、このやっぱ芽が一番柔らかい時期、ほんとピンセットでも取れるぐらいの時期が一番理想的で、これなんかもう
ほんと出て間もないみたいな感じなんですよね。若葉みたいなはいはい、そうですね。でこれもやっぱこう上にビーンって伸びてるんですよね、この枝。上にビーンって伸びてきて、ちょっと強い、もうどうしても抑えたい、そしたらこれもピンセットでもう簡単にプツッと取れるんで、取ってしまって、これどうしてもね、これ忘れて、これまた伸びてパーって開いて伸びてパーって開いて、節がどんどんこう伸びてきちゃうんですよね、ほっとくと。でこれも本当は僕的にはもう一節切りたいので、全然すごい柔らかいんで、ね、これも切っちゃっても大丈夫なんですけど、そんな感じでちょっとここはやっぱり押さえときたいな、ちょっとこのままだとビーンって伸びてきちゃうなっていうのはおそらく皆さんこう見てたら分かってくると思うんで、分かんない人はとにかく上の方が結構強いとか、太い枝のところでもう新芽が来てるところ、そういうところはこうほっとくとピーンって伸びてきちゃうので、もう先にじゃあ今のうち取っとこうって言って目摘みをするっていう感じですね。これもそうですね。これも一番上の、一番上なんでやっぱエネルギーは一番持ってくるんですけど、そこでもう新芽が出てきてる。でこれほっとくとビーンって伸びてパッて開いてビーンって伸びてパッて開いてを繰り返しちゃうんで、もう今のうちこれもう取っとこうっていうことで取る。さっきの車と一緒ですよね。弱いところは別に残しておいても大丈夫です。弱いところだとこう急にビーンって伸びてくることそんなないので、この枝強い、この枝弱いとかっていうのが最初本当分かんなかったんですよ。枝が太いところは基本強い、上の方でね、特に本当に初心者の方は太いところはやっぱその分こう栄養が通るスペースが広いですよねっていうようなイメージで、この枝は強いんだ、逆に細い枝は栄養を通るスペースが少ないから弱いのかなっていうような、まずはそんぐらいの認識ではいいと思うんですよ。たくさん見てたくさん触ることで分かってくるんで、ここいらないかな、ここ残しとこうかなっていうようなことを考えながらやってあげると、ますますいい盆栽になっていくと思いますし、ますますこう愛着を持てると思うんで、はい、こんな感じで終わりました。ちょっと弱そうなところを僕もそのまま取っておいてます。あとは中の方にある枝とかはそんなやっぱ触りたくないんです。できれば輪郭の外側ですね。はい、ということで、大体4月はこの目摘みがメインになってくるかなと思いますので、ぜひ皆さんやっていただけたらなと思います。あとは3月でもちょっと話したかなと思うんですけど、4月特に水やりが変わるんですよ。その冬の時期と比べて暖かくなってくると、盆栽業者によっても違うと思うんですけど、僕の感覚では4月っていうかこの時期が一番難しい時期かな。夏とかじゃないですね。夏はね、まだ乾くんですけど、ペースは1日2回ぐらいの同じペースでやって大体いけるんですよ。春の場合は乾燥プラス風がついてくるんですよね。風って同じペースで別に吹いてるわけじゃないじゃないですか。風が吹く日もあれば吹かない日もあるし、その乾燥度合いが変わってくるんで、より観察して乾きどうかなって分かんなかったら触ったりして、今乾いてるかな、ちょっとあげとこうかなとか。ただ夕方にはあまり多めに水をあげないで朝たっぷりあげようかなとか、しっかりコントロールしてあげることが大事なんで、水やりも注意してみていただければなと思います。ということで今回は結構あっさりした内容だったかもしれないですけども、ぜひ参考にしていただければなと思います。それではまた5月お会いしましょう。バイバイ。